皆さん、こんにちは。大江克之です。今年2011年のゴールデンウィークにウェブセミナーを開催することになりました。このセミナーはここ数年ロサンゼルスで行っていた経絡治療講座の第4回になります。昨年はコロナウイルスの影響で中止になりました。今年も行けそうにないので、主催者の椿山先生と相談して、ウェブでの開催となりました。この講座は、経絡治療を初めて学ぶ人でもわかるように、基本的なところから丁寧に説明しています。第1回が総論、第2回が環境省、第3回が人居省と進み、第4回目の今回は廃墟省をやります。廃墟省は前回までの環境省、人居省とは大きく違います。環境省と人居省は血や心液の虚、いわゆる形あるものの虚から起こります。それに対して今回の廃墟省は気の虚から起こります。ですから病床や病理の考え方も全く違ってきます。経絡治療は経絡の虚実に着目して行う治療法です。その利点はあらゆる病気を経絡の虚実として集約することです。そうすることで診察や診断を経血や主義に直接関連づけることができます。ただし、経絡の虚実に注目するあまり、増床や病床と結びつきにくいという欠点があります。この講座では、肺の増床、病理、病床を中心にお話を進め、脈診とも関連づけて、診断、治療についてご説明します。ですから、経絡治療をあまり知らない方も、今まで学んできた東洋医学の知識と重なるところが多いので、理解を深めやすいと思います。また、経絡治療をやってきた方にも、増床や病床について深く学ぶことは、診断、治療がより細やかになるので、参考になることが多いと思います。では、3日間のプログラムについて簡単にご紹介します。第1日目。初日は廃墟症の病理や病床について解説します。まず最初に、環境省と廃墟省の違いを簡単に述べるところから始めます。環境省は形、廃墟省は気の虚から病気が始まります。今回、初めて経絡治療を聞くという人も、これらの違いを知ることで、経絡治療の増床や病理の考え方について理解することができるようになります。そして、その後、廃墟症の病理、病床、治療について詳しく説明していきます。肺は液を支配しますから、廃墟症は液に関連した病気、つまり急性熱病が多いです。いわゆる太陽病、小寒、中風、経絡治療の症でいうと、廃墟太陽系実熱症、廃墟太陽系虚熱症、廃墟陽明系実熱症です。これらの病理、病床、脈症などを解説していきます。加えて、電形について説明します。急性熱病は様々に変化します。病が太陽系にとどまることなく、内向していくこともよくあります。この病気の伝わり方を電形と言います。人体は表の部から里の部まで経絡が分担して支配しています。それぞれの深さでそれぞれの病床があり、それらを知ることで病の進行の具合が分かり、治療に結びつけることができます。第2日。2日目は治療です。アメリカでは鍼灸治療と漢方薬治療を併用することが多いので、鍼灸治療だけでなく漢方薬についてもお話しします。廃墟症だけにとどまらず、急性熱病全体の治療についてになると思います。
鍼灸治療は実際の実技をご覧いただきます。急性熱病の鍼灸治療は浅い針や接触芯が主になります。刺激量が多いと病態を悪くしてしまうことが多いからです。アクションカメラなどを用いて接触芯のやり方、歩射の三振など、手元がはっきりご覧いただけるようにします。第3日。3日目は症例と質疑応答です。アメリカでの講義は質問をたくさんいただきます。中にはあまり日本では受けないところを使え、改めて勉強になることがよくあります。日本から受講される方たちには、海外で鍼灸治療を求めている人たちの熱気を感じていただきたいと思います。講義までにもメールやフォームにて質問を募集します。あらかじめいただいた方がより細やかなお答えができると思います。もちろんセミナー開催中の質問もお受けします。廃墟所以外の質問もお受けします。以上が3日間のプログラムです。ゴールデンウィークでいろいろ予定があると思いますが、アーカイブもありますので、ぜひご参加ください。皆さんにお目にかかれるのを楽しみにしております。